120から130個売る予定で1時間半で完売したいっていうのが目標です。なんか車は待ってる。感激ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。3ヶ月前から YouTube で見てて、行きたいって言ってライスボール。No? 彼女の作るおにぎりすべて美味しいので応援したくなりますよね。わざわざ名古屋来てくれてありがとうございます。すごい頑張ってるなと思ってて楽しみです。これが最後なんで、みんなに本当いろんな意味で感謝の旅だなってしみじみ思ってます。松並さんとはさっきお会いしたばっかりです。そうです。1時間前ぐらいに、名古屋の募集かけた時すぐに応募してくれて、結構応募あったんですけど、すごい親切にしていただきましたけど。昨日まではどちらにいらっしゃったんですか？昨日は神奈川にいまして、一昨日は仙台にいました。結構移動距離すごいですね。そうですね。車で一人スタッフさんがついてきてくれて、全部運転してくれますので、運転手さんちょっと休みながら。だし巻き卵を今から前日仕込みしておきます。おにぎり35個分ですね。普通の卵焼きとは違うので、色をまずきれいに焼くことと、前日仕込みすることによって当日やるよりも出汁が出ないんで、切った時に余熱を取って冷ますっていうことを心がけてます。明日の仕込むおにぎりの個数と販売目標みたいなのがあれば、明日は120から130個売る予定で、できれば1時間半で完売したいっていうのが目標です。名古屋の暑さってどうですか？暑いですね。聞いてたんですよ。結構名古屋のお客様いらっしゃって、気をつけるんよって言われてたけど、確かに暑いわと思って、蒸し暑いです。明日の暑さ対策とかってはい、汗はあんまかかないんですけど、冷却スプレーをいっぱい持っていこうっていうぐらいですかね。影探してやるとか。はい。今日の仕込みはこれで終わりです。はい。ありがとうございます。松並健明といいまして、お店は51というカフェをやっております。地元の皆さんがどんな時でも来れるような、どんなテンションの時でも来れる、帰る時に笑顔になってもらえるっていうのが一番のコンセプトかなという感じですね。体のことを考えて豚汁をメインにしたセットをご用意してまして、それが一番の売りになってますね。今回販売する場所、今から下見て、日陰ができそうな場所を明日木があるかとか。11時ですもんね。11時暑くなってくる時ですもんね。気温が上がっているで、名古屋ミーハーなんで気になると多分リアカーでおにぎり販売って見たことはほぼないと思うんで、この栄では。はい。暑すぎると待ってない可能性もあるなっていう。見ていきます。そう行ってきます。ご親切に本当にありがとうございます。栄を散策し散策してきます。ありがとうございます。いいえ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。よろしくお願いします。昨日寝れましたか？昨日ね、寝れなくて、今日あ、マジですか？何時起きですか？ 4時起きだけど、寝たんか寝てないか分からなくて、ギリギリになってなんかうとうとし始めて、またどこで出発みたいな。
広島のコシヒカリなんで、いつもザッツライスで使っているお米なんですよ。どのぐらい炊くんですか？今日が6升ぐらいですかね。お米の炊き方ってこだわりあったりしますか？まず浸水をして3、40分以上炊いた後蒸らしてからやったりとか、お米の香りがすごい引き立つので米油を入れるようにしてます。このグリル結構年季ありますね。そうなんです。これおじいちゃんからもらったものですね。はい。広島のお客さんそうなんです5個ぐらいあって1つ持ってきました。東京の全国ツアー中にもらってそのまま帰らずに広島に持ってきました。お客様からいただくこと多いですか？甘いもの糖分取ってねとかって言ってくれる方はいます。優しい方が多いです。名古屋は前の職場の時に携帯販売の時に来たことがあるぐらいです。2年ぐらいですね。はい。小学校から一緒だった子がもう名古屋で結婚していたりとか、知り合いが多い土地で一番今回の全国ツアーでなんで楽しみなんですよ、いろんな意味で。そうですね。鮭とかってどっかから仕入れてる？広島から仕入れてるやつをそのまま持ってきました。で冷凍してください。配分とか考えるのも難しいというか。そうなんですよ。今回だって帰らずに4都市圏行くんで結構それが大変で、数がちょっとでも少なかったらおにぎりの数が結構減っちゃうし、送ってもらわんといけんかなと思ったけど結構計算合ってたみたいで、ごめんもうちょうどぴったしぐらいの感じ、多分送ってもらわなくて足りるよねぐらいの数だったんでよかったです今回。今日120個ぐらい。でもお仕事食べたかったら行ってらっしゃい。おはようございます。頑張ってね。ありがとう。皆さん今日は調理しているところをご覧くださいまし。何かが足りない。ありがとう。全国ツアーは3種類持ってるんですよ。本当は7種類なんですけど、全部作ってたら揚げ物とかやってたらキッチンさんとか片付けが結構大変なのかなって思ってエビ天とかは持ってってなくて、今回その3種類の中でも大体全部40でジャコネギがちょっと多く作るぐらいですかね。だし巻き明太鮭ジャコネギがあってジャコが一番好きでしたみたいなコメントが結構多くて、ダッツライス特製のおにぎりがジャコネギとガーリックライスなんですけど、定番メニュー以外も知ってもらいたいなって意味を込めてジャコネギ多くしようかなって感じですね。あ
初日120個だったんですよ。2日目はもうすぐ売れたから10個増やそうと思って130個あったらあとちょっとのところで苦戦しましたけど、並んでる方が多いから私も接客に時間かかっちゃってお昼時を過ぎちゃったんですよ。お昼時過ぎたらおにぎりってあんまり買わないし、平日だったからサラリーマンとかビジネス街の人はやっぱり外いなくて最後の時間だけ苦戦しました。大阪とかは割とうまくいった感じ？そうですね、大阪は割とうまくいって2日目もやっぱちょっと苦戦して増やしたから、仙台はもうあっという間だったですけど、思いついて頑張れたらありがとう。 OK。名古屋ももともと応援してくださってる方は結構いるんですけど、新規さんもお客さんも獲得したい、絶ライスを知ってほしいっていうのが大きいですね、都会なので。休みの日とかって何やってるんですか？休みがないんですけど、休みでもライブ配信とかしてるので、友達と会える時はあったり、電話とか最近全然休んでないですか？何かしらしてます。お店に関わる何か。広島帰っても結構ポップアップのイベントとかが詰まってて、その準備がやったりとか、今までやったことをリアカーでいろんな思いがあってやったことをエピソードを書いて、いつか本にできたらなって書いたりもしてます。そうやることがいっぱいで。おにぎり屋台始めた時って今の生活って想像できたんですか？いや、できなかったですね。県外でおむすび作るとか思わなかったですし、朝起きて思う時ありますね。いまだに普通にありえないことだなと思いながらやってますね。たっぷりですね。30g ほど入れてる。鮭自体に味がついてるんですか？塩分がちゃんとついてます。おにぎり作るの時間かかりますよね。そうですね。肩凝ったりしないですか？肩はあんま凝らなくて、腰が結構やられます。前まで慣れなくてこんな早くなかったから、3時とか1時から広島の時仕込んでたから12時間ぐらい立ちっぱなんで、あの時が一番辛かったかな。今は頻度は減ったから、休める時はまあ休めるから前ほど辛くはないですね。辛かった時、はい何をモチベーションに頑張ってたんですか？販売し終わった後、リアカーで運んで、ああ終わったって達成感が得られるんですけど、毎日それがモチベーションになってたかもしれないですね。朝音楽を聴いて仕込みをしてたんですけど、それだけでも結構私モチベーションになってたんで、仕込みがいっぱいあった方がいいので、これからどんどん大きくしていこうって思いながらやるのがモチベーションでした。ちなみに音楽何聴くんですか？藤井風さんとか、洋楽はマイケル・ジャクソン聴きます。この壁紙にマイケルがあったんですよ。だから店主さんもマイケル好きみたいで、嬉しいと思って。小学6年生から好きで、かっこよすぎて洋楽ばっかり聴いてたんですよ。120個は作ろうっていう感じで。すごい。これ一人でできました。使いやすかったです。はい。ありがとうございます。すいません。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。
生時代とかってモテてました？モテてなかったですね、全然。めちゃくちゃ変人扱いって感じでした。中学生が一番ピークだったんですけど、ゴリラの着ぐるみとか着て学校行ったりとか、膝とかに絵の具塗ったりとか。じゃあちょっと変わった子だったんですか？変わってるとは言われます、確かに。部活とかは？美術部でしたね、中学生の時は。絵が大好きで、今も絵を描いたりしてます。終わったから行きますみたいな感じで出しました。やばい。ありがとうございます。今回どういった理由でお貸しいただいているのか。もともと音楽をずっとやってて、コロナ禍を原因に音楽をちょっと退かなきゃいけなくなった時に、当時お世話になってたプロデューサーさんが広島にお住まいになられてて、広島出身の方で、その方に音楽っていうものをつないでいきたいっていうので、コロナ禍で一番流行ったその YouTube とかの手伝いをしてもらうために広島に足を運んでレコーディングしたりとか動画を上げたりとかっていうことをやっていて、それで広島をよく知るようになって、ザ・トゥライスの東さんがテレビで特集されてるのを見た時に、広島でそういう仕事をされてるっていうので、僕もちょうどこの飲食の仕事をやり始めたぐらいだったので、広島に行って会いに行きたいなと思ってた時に、こういう企画を逆にザ・トゥライスさんからいただいてたので、すぐに応募して、うちが何かできたらね、お近づきになられたらと思って、それがきっかけですね。実際東さんにお会いされてどういう印象ですか？ビジュアルもさることながらすごく話しやすいし、ツンケンしてない感じがスッと懐に入れたというか、こちらもうちのお店を使ってほしいって自分で思って応募して、実際使ってもらえるようになって、もう良かったなって、もうそれだけです。できます。できます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってきます。組み立ててきます。よいしょ。できます。ありがとうございます。一番初めの福岡で壊れてしまって、今のリアカーは福岡で貸してくださったキッチンさんのままのリアカーなので、それで5軒行けてるっていうような状態ですね。ありがたいです。大変なこともあるけど、前の出会いとは違う面に関しては、人の縁とかがいい方に出会ったことが多いんですよ。無駄じゃないって思いますね、今やってることに対しては。1個あったような。一番の作戦はやっぱりインスタグラムで場所ここですよって告知することなんですけど、作戦は動き回らないことですね。動き回ったら見つけれないんで。名古屋発祥米田コーヒ結構軽いですか？ー、広島のリアカーより断然軽いです。多分半分以下だと思う。ここは広島の1号のリアカーは、登れないですね。ああ、そうなんだ。重すぎて。こんにちは。こんにちは。お客様で愛知県民の方がいるんですけど、広島まで来てくれた方がいて、松山と大阪来てくれて、今回愛知だからやっとその方の
券で売ることができるんですよ。今回も来てくださることを願います。こっちまで行くんですよ。今から忘れたくてそれで来るよ。3種類ですか。3種類、そうそうそう。一応1つずつください。ありがとう。お塩やらんように気をつけてください。ありがとうございます。写真撮っていいですか。もちろんもちろん。撮りましょうか。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。12種類ありまして、上と下で OK です。お久しぶりですね。朝日新聞に売っちゃいましたよね。名古屋ユースタワーですけど、もう一瞬で分かった会った瞬間。一宮だけど、2月に広島行った時に会って買ったんです。その時にたまたま朝日新聞の取材を受けちゃって、記憶に残っててくれたみたいで、名古屋来るのは待ってたんですよ。まさか気づいてくれるとは思わなかったですけど、広島たまたま行かれたんですか？年に3回ぐらい広島行ってるんで。ザッツライスさんの魅力って何ですか？若い女の子が一人で重いもの持って頑張ってるってですかね。応援したくなる気持ちがあるんですね。そうですよね。大阪で会いましたね。今日は名古屋で。僕はこっちだもん。美味しかったよ、本当。嬉しいです。今日はね、3種類を2個ずつ。2個ずつ。ありがとうございます。名古屋の鶏蒸しとみんなで食べてる。一人でね、屋台引っ張って回ってるってことは本当にすごいなと思います。鮭なんかは具がいっぱいですごい美味しかった。ありがとうございます。はいどうも。2ヶ月ぐらい前からはいこの存在知って名古屋に来るっていうんではい楽しみにしてたんです。たまたま YouTube 見てたらやってて、朝から仕込んでおにぎり作ってるっていうのを頑張ってる子いるんだなと思い始めて、ちょこちょこ見てたら全国ツアーやるよっていう話で楽しみに待ってました。とりあえず1種類ずつください。初めてです。食べられるのは。あ、当然初めてです。あえてどうですか？感激ですね。名古屋でちょっと組み立てが大変だっていう配信があったんですけど、組み立ててくるんで大変だろうなと思いながら待ってました。どうも。ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。はい。暑いんで気をつけてください。はい。じゃあまず頑張ってください。ありがとうございます。 3ヶ月前からそう YouTube で見てて、行きたい行きたいって言ってだし巻き明太も使ってこんなんで、こんなんで。ありがとうございます。食べてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。頑張ってください。ありがとうございます。 3ヶ月ぐらい前に YouTube の方が上げてて、それで気になってて名古屋に来るってことだったんで、だし巻きと明太子が好きで気になってて、それを2つ買いました。名古屋来るの待ってたんです。そうなんですか。都会ですね、名古屋。どうぞ。ありがとうございます。ありがとう。頑張ります。はい。もう一枚取ります。たまたま YouTube のおすすめに出てきて、それで知ってました。買われたのは初めてです。あ、そうです。はい、よかったです。鮭とチョコミング。鮭とチョコミング、わかりました。ありがとうございます。三田カッチさんや。仕事ですから。あ、お客さんこれ作っちゃった、ついに。ドラゴンズの限定のユニフォームカメラに。次は名古屋の服着ろってぶち切れられましたか、三田カッチさん。すごい。でかいから気がついて。だから名古屋に来たから。本当にいつもありがとうございます。サポートしてくれて。広島で屋台やってる時に知って、広島1回行かせてもらって、松山と大阪出張するよっていうもんで、これを名古屋で実際にお会いするのは4回目かな。愛知です。とりあえず1種類ずつで、もうちょっと待機して、ほんまにほんまに。今日の晩と明日の朝の分買わないといけないから。
彼女の作るおにぎり全て美味しいので食べ過ぎる場合が多いですね。27歳ってね、若い子が頑張ってリヤカー引いて仕事してるっていうので、お客様への当たりもものすごくいいのを感じるんで応援したくなりますよね。一つずつわかりました。鮭だし巻き明太じゃこお願いしました。まだ結構ありますか？ありますあります。適当に5個ぐらい。5個ぐらいですか？はい。じゃあ鮭は2個。オッケーです。鮭2個だけ。すごっ。だし効いてるんで。どうもありがとうございます。何回かもうご利用されたことある？初めてです。先月ぐらいですかね、インスタで見かけて、面白そうだなと思って、ちょうどこの全国回るっていう話があったもんですから、名古屋にも来られたので、会社を一日休ませていただいてきました。今日は鮭とじゃこと実際お会いされてどうですか？すごい爽やかなね、素敵な方ですよね。ありがとうございます。頑張りますね。ありがとうございます。頑張ります。今日ね、暑くなくてよかったです。そうですね。昨日のが暑かったですよね、やっぱ。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。いつも見てます。あ、本当ですか？ありがとうございます。今3種類。3種類。じゃあ1つずつ。2つずつでわかりました。昨日のライブで今日来ることして。そうなんです。頑張ってくださいですけど。ありがとうございます。こんにちは。まずこれ皆さんでありがとうございます。ずっと大ファンでほんまですか？わざわざ名古屋来てくれてありがとうございます。じゃあそれこちら、メッチですか？はい、いつも応援してますんでありがとうございます。頑張ってくださいね。頑張ります。はい、ありがとう。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。来ましたエリが。どこ行っとったんマジで。いやここにずっとおったんだって。大丈夫か？オッケー、ありがとう。スタッフさんとはどういう関係なんですか？小中高一緒です。地元に戻った時は一緒に会ったりして遊んでます。昔からああいう感じですか？ザ天然って感じですごく根が真面目でいい子でまっすぐな感じです。すごい有名になられたんですけど、ん友達としてどう思いますか？すごいですね。意外っていうか頑張ってほしいです。去年ぐらいからずっと一人。去年めっちゃ前。そうそう、なかなか。今だし巻き明太ができれて、鮭とね、じゃこネギがあります。2つずつ分かりました。結構ね、だし効いてじゃこネギもおすすめなんで、できたてほやほや食べてください。了解です。応援します。ありがとうございます。初めて。いいですか？はい、いい。エリありがとね。エリミオル。エリさんってみんなエリにコメントしおるやん。皆さん、名古屋の方、どこ行ったらいいですか？ありがとう。ちなみにあとどのぐらいですか？あと、まだあるな。1、2、3、4。そうですね、まだインスタ出してないから、インスタもしかしたら、栄の三越ってなんかすごいいろいろ大きいみたいで、私の写真間違ってた可能性も出し直した方がいいかもしれない。ちょっと都会はわからないです、本当に。名古屋に来てくれて何が残ってます？今ですね、おはぎ一つお願いします。最初なんか言っていたけど、その時だといけなくて、今日逆に良かった、逆に良かった。ありがとうございます。お姉さん暑いのまた広島にいれたら。わかりました。ありがとうございます。いただきます。早めに召し上がってください。ありがとうございます。鮭とじゃこネギだけがあって、いいことですね。わかりました。こんにちは。暑い。順調ですか？順調だと思うんですけどね。はい。卵明太を狙って一番初めになくなっちゃった。今日はね。初めて YouTube で見て、あ、そうなんです。この間の日曜日ぐらいに見て、名古屋来るってなって待ってました。ありがとうございます。明日も来ますもんね。そう。名古屋だけ多いですね。明日来れたら。あ、でももしかしたら私が気に入ったら明日はあると思うんで。ありがとうございます。皆さん、どっちが美味しかったか教えてください。よかったら写真撮ってもらって。あ、もちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。三重県から。でもじゃこを4
といっぱい買ってきてって言われてたんだけど、そうなんだ。種類がないもんね。結構名古屋売れてるんですよ。そしたら4つとこれと5つでいい？ 5つでありがとう。大丈夫？逆にください。同じぐらい。もう6個にするわ。じゃあもう1個。どこにいるんかなと思ってたんですけど、いや結構すぐ見つけてたんですから、泣きながらおにぎり食べるわ。今日は広島食べに行くわ。美味しかったらね、これまず美味しかったら待ってます。頑張ってね。頑張ります。YouTube で見てってすごい頑張ってるなと思ってて、今日ちょうど休みだったんで買いに行こうと思って。じゃあ今日初めてですか？今日初めて、もちろん。何買われたんですか？あんまり種類残ってなかったんだけど、じゃこ飯とあと鮭かな。ご家族で食べられるんですか？そうですね、楽しみです。成功するように待ってる。ありがとう。ちょっとね、移動するか迷ってます。じゃこネギが人気だったけど、じゃこネギ多くしたらあっという間ですね。まだあります。早くしないと場所変わりますよ。ずっと待ってました。あ、そうなんですか。待ってました。2つですか？あとね、半分以上はもうない。ありがとう。してないです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。歩くの気をつけてください。嬉しいです。ありがとうございます。ガンプさんのとこからちょっとフォローして。ガンプさんのとこから。ガチファンですね、ガンプさんの。まさかのガンプさんファンをなりました。残りわずか、じゃこネギしかね、もう1種類しか残ってなくて。全然もうこの時間だと、お昼だとあっちの方がいいかも。そうなんだ。会社とかもあったり、ライオン。あ、聞いた。昨日ライブ配信でライオンがどうちゃらこうちゃら言ってた誰か。ライオン前って言うとすぐ。ありがとうございます。ちょっと今から行ってきますよ。そしたら。ナイスドラゴン。ありがとうございます。ドラゴンズで頑張ります。ありがとうございます。行ってきます。ありがとうございます。初めてですね。何をきっかけで？人力車で旅をしてるガンプ鈴木さんって子がいて好きで追っかけたりしてるんですよ。一緒にコラボしたりして広島でやってるっていうのを聞いてて、インスタフォローしたんですよ。今日名古屋に来るっていうんで。今日何買われたんですか？今日はもうちょっと時間が遅かったんでじゃこネギですね。明日もちょっと外出があるんで早い時間に来ようかなと思って違うものをゲットしようかなと思って実際東さん会われてどうでした？インスタで見てるよりももっと人懐っこい感じというかイメージがもうちょっともっとこういい感じになってありがとうございます。ありがとうございました。体調少しは回復したかい？歯のが多いですね。そう。正直体調はあんまり良くない。名古屋ね、ちょっと暑さが異常だわ。お客さんと話したら結構元気になります。なんかね、声を出すと元気にはなりますね。でもちょっと曇ってきたからいけるそうな気がする。こんにちは、おにぎり売ってます。いかがですか？こんにちは。っていう感じで、なんか曇りになってきたかな。そうだね。行っても良さそうな気が。こんにちは。ちょっとだけ動きます。はい。行ってきます。ありがとう。話したらだいぶ体調良くなりました。今日売り切れそうです。ちょっと苦戦してるかもしれない。でも売り切ります。インスタを今出してもらってるんで、気をつけてください。大丈夫ですか？はい。こんにちは。こんにちは。おにぎり残りわずかです。いかがですか？こんにちは。上高地さん、これ動いた方がいいんですか？名古屋の方教えて。ここでいい？皆さん、ここでいい？こんにちは、いかがですか？おにぎり売ってます。よかったらいかがですか？こんにちは。おにぎり残りわずかです。いかがですか？こんにちは。よかったら。
来る前に食べます。そろそろ来るかな。こんにちは。いかがですか？おにぎりわつかです。こんにちは。こんにちは。よかったらいかがですか？こんにちは。いかがですか？こんにちは。おにぎり売ってます。よかったら。観光したい。ありがとう。名古屋の書館どうですか？厳しいかもしれないですね。100個以上売れました。残りちょっとが売れなくて、告知不足というか、名古屋は道が広いから栄って言っても広すぎるし、三越って言ってもなんとか通りの三越っていう感じで、栄三越しか言わなかったんですよ。初めその間に合わなかった方、お客様が結構お仕事される方が多いんで、11時に来てもう行かないといけないからって言って、多分来られてない方も多いんですよね。心配しました。道の告知ミスりました。明日は行けますよ。多分行けます。もうちょっとお客さん待ちます。どこかけたんだ。動画見たんです。これ最後でどうかな。九州の時のやつ見たってこと動画。みんな見て。いや、しまった。おわ、買っちゃったもん今。本当ありがとうございます。中見せてどんな感じにやってでもね、もうね、じゃこにしかない。そうかそうか。これで終わりも。ここに来ることわからんかったから、もう今買ったばっかだもんで。そうだったんですね。もっと後だと思ったんだ。YouTube はまあ大体見てる。あります。通りがかりお兄さんも。YouTube。知ってた感じです。私も今ね、食感ができてさ。なんで名古屋来てるの？ニコ、ありがとうございます。早めに食べてください。頑張ってください。ありがとうございます。九州編も見てくれとったら。本当に。ありがとうございます。めちゃめちゃ暑いから。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ行きますね。ありがとうございます。行ってきます。Thank you。ありがとうございます。じゃこネギしかなくて、ただ美味しい系よかったです。なくなっちゃった。もう一個。ありがとうございます。ありがとうございます。使ってもらってください。明日も販売で。明日は鮭とかだし巻きめっちゃ回るよかった。美味しかったらこれが。ということで今日は撤収します。保冷剤が溶けてきてお客様のことも心配なので、氷をおにぎりのそばに置いてるんで温度を測ったら大丈夫だったんですけど、念には念を重ねて今日は撤収。名古屋は3日間もありますので明日に備えます。ありがとう。今日も見てくれて。1回ライブ配信終わるね。じゃあ皆さん撤収するね。あとね本当にちょっとなんだけど、ありがとう皆さん。ありがとうみんな、バイバイ。ありがとうございます。お兄様ついてきてください。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとうございます。行ってきます。行ってきます。ありがとうございます。行ってきます。ありがとうございます。今日は何個ぐらい売れたんですか？今日は計算したら110個くらいですね。仙台の数よりは実は売れてまして、苦戦したように見えるけど、ちょっとやっぱり作りすぎちゃいました。明日は何個作るんですか？明日同じ数でいけない。ちょっと110個にしようかなって感じですね。はい。あとリアカー組むのが遅くて暑くて10分ぐらいロスしちゃいました。10時50分には着こうかなと思ったんですけど、11時5分ぐらいになっちゃったんで。今回のプロジェクトの費用面とかって実際どうですか？宿泊費とかもあるので、交通費とかも正直広島のやったとこ黒字なんですけど、今回は赤字なんですけど、それ以上にいい出会いだったりとか行ってよかったなばっかり思ってるので、これを終えて本格的に広島の営業を頑張ろうと思ってます。はい、これが最後なんで6年目ですかね。今すごい暑くなってきましたね。そうですね。びっくりしました。まだ曇っててよかったですか？そうですね。昨日よりは慣れたのかわかんないですけど、暑くない気がします。でもやっぱ名古屋暑いです。絶対広島より暑いと思います。
広島の時から活動してまして、その時からもうずーっと見てくれてた方と今回全国行くことによって会えたことが、お礼を言えたってことが一番自分的にも感謝というか、キッチンさんにも感謝ですね。あとは運転手さんですね。運転免許持ってないので、みんなに本当いろんな意味で感謝の旅だなってしみじみ思ってます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。暑い中ありがとうございます。上々みたいなね。そうですね、自分的には嬉しいんですけど、ミスした部分が多いから原因は分かってるんですよ。それが良かったでした。明日は売れると思います、多分。はい、頑張ってください。ありがとうございます。暑い中全部来てくださって。革で作った小銭入れと、これ自分お客さんの特注で、こういう可愛いことしてくださる方多くて、うちわ物とかキーホルダーとかバッジもお客様が作ってくれて、それを売りはできないけどプレゼントみたいな感じで、このロゴが好きな方が多いらしいです。ロゴを気に入っていただけるの嬉しいですね。ロゴはご自身で。大水キッチンさんのスタッフが考えてくれたんです。私じゃあちょっとデザイン無理だったんだから。今までの工程で大変だったこととか辛かったことってありますか？下見もそうですし、キッチンがやっぱり全部違うキッチンだから慣れるのが初め大変でしたね。階段が3階なのにエレベーターがなくて、荷物を全部段ボール6個ぐらい運んで、リヤカーも上まで運んでとかがあったので、結構大変でした。そこが広島戻ってからはすぐ営業されるんですか？イベントがあるから、ポップアップの準備とか開業準備に入るんです。お店を持つから準備しつつイベントしつつみたいな感じで。お店は出来上がってるんですか？まだ物件も探してないんですよ。物件探しからです。はい。ミセンっていう店に行きたいです。平気ですか、辛いの？めっちゃ大好きで、一回名古屋の出張の時に来たことがあって、今回はだったら安く来るからちょっと行こうかなって思って、友達と時間があったら行きたかったんですけど、行けるかわかんないですね。行けたらいいですね。行きたい。最終日でも行きたいですね。保冷剤ついならもう完了ですね。リヤカー完了。じゃあ閉める。取ります。今日は閉めて。完了です。ありがとうございました。最後まで。また明日も頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。行ってきます。はい。